はい、皆さんこんにちは。マネリカです。今、八原塚さんに来てます。ちょっとマイク忘れちゃって音悪いかも。ごめんね。今日はですね、8月8日ということで、先ほどまで、8月8日のライオンズゲートのイベントをしてたんですけれども、八原塚さんに来てしまいました。そしたら思い切り干潮です。あそこのね、ポコって出てるのが奄美峡が降り立ったと言われる場所を示す石なんですけれども、まあすっかり歩いてめちゃめちゃ行きますね。今日の八原塚さこんな感じです。割とここ数日のめっちゃ太陽が出てる感じとは違ってすごい落ち着いた感じです。日差しもそんなに強くないので、これから海に入ろうかなというふうに思ってます。改めましてアマネリカです。後ろに見えるのがさっき言ったね、八原塚の海です。なんかほら、せっかくだからね、やはり聖地に来たくなるじゃないですか。なので来てしまいました。うちからだとね、ちょっと40分ぐらいかかるんですけど、よいしょ。皆さんにも聖地のエネルギーを感じ取っていただけたらなと思います。ちょっと今日マイクないので音が聞こえるのかしらと思いつつ撮っていますが、はい、せっかくなのでチャネリングをしましょうね。De Bantishi, which procon multiplicated to be hit, which multiplicated to be multiplicated. 自分自身の内面世界を感じることの難しさについてお話をしたいというふうに思います。私たちはどうしても目がね、外側についているので、人のことっていうのはものすごくよく見えるんだけれども、自分自身を見ることっていうのがあまり得意じゃないですねっていうふうに言っています。だからこそ人との関係性みたいなものが存在していて、人のことを見ることによって自分を知る、外の世界を見ることによって内なる世界で何が起きているのかを知るといったシステムが存在しています。例えばね、ここ今八原塚ですけれども、ここに皆さんが存在していたとして、10人いたら10人それぞれに心象風景っていうものが違うわけですよって。多くの人がここ美しいなって感じるかもしれないけれども、その美しさみたいなものに対しても結局は自分自身の内なる世界で持っているいろんな信念や、情報っていうものがそのまま反映されていて、例えばほら海に、トラウマがある人っていうのは海に対して恐れっていう感情からこの世界を見るかもしれないし、逆にね、そういったものが全くなければすごくニュートラルな状態でいきなり海に飛び込むみたいなことも起こりうるわけです。何が貴重なのかっていうと、そうやって、その瞬間瞬間に自分自身が何を感じているのかっていうことを繊細に感じ取れるセンサーです。それが強い人っていうのはすごく過敏であったり神経質に見えたりする場合ももちろんあるんだけれども、それを自分自身のギフトと捉えて、育てていってみてはいかがでしょうかっていうふうに言っています。欠点というものの話に入るけれども、欠点というものは自分自身がそれをいけないものだって思った瞬間から欠点ということになるんだけれども、その欠点と長所っていうのはある意味表裏一体になっていて、ベーシプロ公式であなたがそれをいい要素というふうに捉えることができれば全く違った側面というのが見えてきますよって。ベーシプロコスペキリなので自分自身の持っている要素を、否定しないでね、その持っているからこそできる側面っていうのを、今日はね考えてもらったら、考えてみるといいのではないでしょうかっていうふうに言っています。ベーシプロ公式的物事にはすべて、表面と裏面というものが存在していて、どちら側から見るかっていうのはその人によってある意味、固定されてる
っていうところがあるんですよっていうふうに言っています。これはもう本当に最初のデフォルト設定みたいな形になっていて、そう見る癖っていうのかな、そんな感じになっているので、その癖に基づいて無意識でいるとそのままを受け取るっていうことになるんだけれども、その癖に気づいていて、今私はいつもと同じ方向から見てなんか落ち込んでるなっていうふうに思うのであれば、裏側から見るっていうことを意識的にやってみてはいかがでしょうかっていうふうに言っています。もう欠点をね見つけ続けてみてもいいよって、見つけ続けてみてください。そしてその欠点を書き出したら、その中にあるあなたの美しさや長所みたいなものを逆にね書き出してみること。それをしていくことによって、どれだけ自分自身が偏ったものの見方の中でこの世界を生きているのかっていうことを見つけることができるようになります。これが私たちからのメッセージですよっていうふうに言っています。はい、今日はですね、ライオンズゲートが思いっきり開く8月8日なんですよ。で、わお、雷鳴ってる雷鳴ってるよ。自然の営みっていうのはもうそれこそダイナミックだねっていう風に言ってる。急に雨降ってくるかもしれないよ。だってやべえな。そうだね、ちょっと雨降ってくると私としては非常に困るので、ちょっと水着になってザポンとみそぎをしてきます海水ってめちゃめちゃよくって、いろんなものがもう本当に落ちるんだよねということで、みそぎをしてまた、続きを撮りたいなと思います。とりあえずこれで終了。後でね、バイバイ入ってきました。いやー、もうめっちゃ気持ちいい。遠浅です、相当で。今ちょっとタオル持ってきたから深いとこ行けないけど、せっかくだから皆さんにも見せようと思って。でさっき言われた通りね、空だいぶやばいです。聞こえる？ちょっと雷ゴロゴロ言ってんので、結構ね閃光が光ってたりするので、降られる前に帰ろうとは思ってるんですけれども、8月8日ライオンズゲートの扉が開いている真っ盛りのですね沖縄の最大の聖地と言ってもいいと思いますけれども、八原塚さです。今ね、結構浅いです。今私入るけどね、結構浅いよ。見えないね。とにかくこんな感じ足首ぐらいまでしか来ないんだけど、そこら辺にね浮かんでたんだけど、基本海って浮かぶんですよ、体の力抜くと。だからすっごい気持ちよく浮かんでた。そしたら今ね、波が結構陸に向かって動いてるじゃん。これね、潮がねだんだん満ち始めてる感じです。で、潮満ち始めるとねめちゃめちゃ速いんだよね。だからここってすごい遠浅なので、そんな危険な状態にいきなりなったりはしないんだけど、海はやっぱり侮ってるとね結構危ないです。ほら、もうね、岩も聞こえる？雷が大きくなってきたね。で、この八原塚さんの今そこ岩映ってるけど、その向こう側にうっすらと見えてるあれがね久高島です。そうなので、もう思いっきりね久高島が見えます。9月かな、久高島リトリートやります。案内するのでよかったら来てください。久高島は、琉球王朝においても、神の島として
崇められていた場所で、それこそ女性はある年齢になると遺財法というお祭りを通して神様に仕える人となり、男性は海んちゅって言って海でお仕事をする人というのが、久高島の伝統ですね。ただ、住んでる人たちがすごく減っちゃってるので、もう1974年だったかなぐらいから遺財法というもの自体が、行われていないそうです。うちの、町にもお祭りってあるけれども、私が子供の頃から比べたらすごくやっぱ形骸化しちゃっているし、やっぱりその住んでる人たちがいなくなるとね、そういう祭りごとっていうのはどうしても廃れてしまったりとか、ちゃんと継承できないので形骸化していく傾向っていうのはすごいあるのかなっていうふうに思います。でもそうであったとしてもね、本当は続けていけるといいなっていうふうに思うんだけれども、なぜかというとですね、私は生まれた時からその町がそういうね、出して上に神様乗っかってるみたいな形で、うち菅原道真だったんですけど、状態だったから、この名前とかなんとなくね、スサノオとか隣の町内はあったりとかして覚えてたし、そこで、太鼓を叩いたりとかね、笛吹いたりとかをするんだけど、そういったことをもう子供の頃からずっとやっているので、なんかすごくもう染みてるんですよね、そういう神事みたいなものがっていう感じのことをちょっと思い出したりしました。で、沖縄という場所は私は4年目になりますけれども、やっぱりすごく特殊な場所っていう感じがする。向こう側の奥には歌木とかもあるんですけれども、本当に自然の中に神々が住んでいて、その境界線上に、私たち人間が住まわせてもらってるみたいな感覚っていうのもすごくあります。だからやっぱりそういったものが生活の中に根付いてるっていうか、だから例えばね、沖縄の人であればあるほどこういう聖地には行ったりしないんだって。だから、久高島とかもね、ほとんどの人が行かないです。ナイチャーは行くんだけれども、沖縄に住んでらっしゃる人はそれこそおばあちゃんが行っちゃダメとかね、お母さんが行っちゃダメっていう感じで、歌木とか聖地っていうものはそれこそユタさんとか修行する人とかね、そういう特別な人が行く場所っていう風になってます。ただ沖縄の友達とかが言ってくれるのは、やっぱりそうやって内地っていうのは沖縄以外の人のこと言いますけど、の人たちがいろいろな場所に入っていくことによって、そこで祈りをあげてくれることによって場がすごく明るくなったっていう風に言われています。それこそいろんなことがね、沖縄の歴史の中ではあるから、浄化されてない部分多分すごいたくさんあったと思うんだけど、それが軽くなってきたんだって。それはやっぱり分からずにもちろん言ってる人たちもたくさんいるんだけど、そこでみんながいい波動でね過ごすことによって変わってきてる部分っていうのとか、それを見ていて沖縄の人の意識が変わっていくっていう部分もあるんだっていうふうに教えてくれました。もちろんね、遊び半分で行くような場所では絶対ないけどね、私も基本的に、無理しない怖いところには行かないっていう風にしてますけれども、やっぱりそういったやっていいことと悪いこととか、行っていい場所と悪い場所っていうのはちゃんと見極めた方がいいと思います。はい、ということでね、原塚からお届けしました。はい、ということで多分この辺りは雷来ないと思うんだけど、向こうの町は多分雨降ってるね。すごいよ、体育館の中みたいになんかゴロゴロ言ってます。ということで、あまねりかがお届けしました。今日もありがとう。またお会いしましょう。またね。